こんにちは、ちぼです。今回はインド、スリランカ11泊13日のパッキングをご紹介します。では、早速スタート。ではまず全体の紹介からパッキングのコツやポイント、そして実際のパッキングの様子をお届けします。細かく見たい方は一時停止してみてくださいね。また紹介している商品は概要欄からお買い物していただくと一部が動画制作費用となります。気になる商品がありましたらぜひ概要欄からお願いします。こちらはリュックは機内持ち込みサイズのリュックを持っていきます。コールマンですね。30リットルぐらいかな。着替えは2セットですね。行きに冬用の服を着ていくので、半袖ですね。ユニクロさんのエアリズムの T シャツですね。プラス、こういったポケットブルパーカーやユニクロのウルトラライトダウンなどで重ね着をして体温調整しようと思ってます。速乾性のタオルに帽子。この袋に入っているのはサンダルです。お風呂セット、スキンケア、メイク、パックですね。必要最小限にして持っていくようにしています。ガジェットの充電器類ですね。コードだったり、充電器のアダプターだったり、ひとまとめに入れてます。これは無印さんのポーチに入れてます。あとはね、今ちょうど撮ってる DJI を使って初めて旅行に行くんですけど、カメラは念のため持っていこうかと思います。なので今回ちょっとガジェット類多めになりますね。これはちょっと旅を重ねて正しい形を見つけようと思います。無印のエコバッグというか、お土産買ってもしリュック入らなかったっていう時用に折りたたみのボストンバッグ無印さんですね。あとはここは薬など入ってます。薬だったりちょっと喉飴かな。インドは空気が悪いので。あとはこの日焼け止め。ちょっとした小物ポーチですね。あとはこれが毎回私の旅行で使っている、セキュリティポーチですね。これはですね、エアタグですね。これアップルさんの商品で GPS 機能を使って居場所がわかるっていう置き引きとかそういうのの対策にも使えます。あとはインドはちょっと虫がすごいらしいんで、私が行く時期がどうかわかんないんですけど、ベープ未来っていうのを持ってきます。300円で買いました。ナイロンで生地も薄くて強度のいいやつ。インドの旅行とか結構乗るんで、ちょっと荷物とかね、南京錠ロープでこう巻きつけられるやつっていうのもちょっと持ってこうかなと思ってます。あとはトイレットペーパーですね。私は多分インドで確実にお腹を壊すであろう。だからこれを持っていきます。街歩きバッグはですね、今回ね、DJI にすることによってデジカメを持ち歩かないのであれば、こっちで行くのもありかななんて思ってます。ちょっと今悩んでますね。ではまず服装ですね。年末年始はですね、北インドは日中は暖かいんです。日中は最高気温が20度ぐらい。ただ夕方になるともう冬になっちゃうっていう感じですね。で、スリランカはだいたい25度ぐらいらしいんです。だから暖かいですよね。冬から夏のもうすごいんですよ、気温差が。すごい丁寧にやろうと思えばもうその国その国用の服を持っていくっていうことにはなると思うんですが、私はリュック一つで旅をしております。なるべく荷物は少なくしたい。なので、今回は基準を一つ作って、寒かったらプラスして、暑かったらなくして、みたいな感じにしようかなって思ってます。で、まず基準ですね。インドの昼間だったり、スリランカのあったかい気候の時に着る格好。ということで、ユニクロさんの、これエアリズムなんですけど、この半袖のさらっとした T シャツに、ユニクロかな、さらっとした長袖のジョガーパンツを持っていきます。ジーンとか行く時とかも服装の規定には大丈夫なので、ショートパンツとかはね、ちょっと厳しいとこあったりするんですけど、本当にシンプルな格好で行こうと思っています。で、あったかいスリランカといえども夕方だったり朝晩とか涼しくなります。インドもちょっと涼しいと思うので、涼しい時はこういうポケットブルパーカーですね。長袖のパーカーを着込みます。で、さらにまたインドでさらにもっと寒い朝多分出る時とか夜帰る時なんか寒くなると思うので、このウルトラライトダウンを着ます。これはね、機内とかでも使えますし、日本からインド行くとき、この格好で行くと思います。プラス、やっぱり寒さは我慢できないじゃないですか。暑いのはね、暑い暑いとか言って飲み物飲んだりとかちょっと休憩すればいいですけど、寒さは本当に風邪ひいて体調崩すなんていうことにもなりかねないので、そういった時用にこれ着てるだけであったかいみたいな感じの、これはモンベルさんの真冬用のインナーです。基本的には重ね着をして空気の層を作ることによって保温がされるっていうことになるので、薄手の長袖、半袖、ポケットブルパーカー、ダウンみたいな感じで、私はこういう風に体温調整がその時その時でできるもので、薄いものを重ね着していくっていうスタイルにしようと思ってます。山用のインナーっていうのは軽いし速乾性っていう機能があります。1枚持っておくといいと思います。ちょっとお値段は張るんですけど、その分やっぱり品質もいいですし、機能もあるのでおすすめです。で、一応これはね、私のパッキングのコツなんですけど、基本的には服は
1日1日でまとめてジップロックに入れるってしてます。まずジップロックを使っています。この薄くなりますからね、もうピタッってなるので、一目でわかります。頑丈だし、なんか壊れたり汚れてもね、すぐに買いが利くっていうところも楽です。人によってはね、T シャツは T シャツでまとめて、下着は下着でまとめてみたいな感じで収納されてる方もいらっしゃると思うんですけど、一個一個の工程がありますよね。毎朝着るときに、こっから靴下出して、こっちからパンツ出してとか、こっちから T シャツ出してとかなっちゃうので、リュックからこれだけをパッて出せば、今日の分これで終了みたいな感じになってます。で、なるべく基本的には毎日私は洗濯して洗って干しといて乾かして次の日それ着るっていう風にしてるので、荷物はもうこんな必要最小限にしてます。2週間とか言ってても、もう毎日洗って乾かして洗って乾かして洗って乾かしての連続にしています。私みたいにそれぐらい別にやっちゃうわ、それでも荷物少なくしたいわっていう方はおすすめです。続いてはですね、防犯対策で持っていくものをちょっと紹介しようかなと思います。まず私が毎回持ってってるのはこれセキュリティポーチです。お腹に巻きつけるやつですね。巻いて、それを服の上からね、隠してくださいね。私はこのリバーフライヤーさんというものにしました。もうずーっとこの2年間ぐらいずっと使っています。愛用させていただいてます。生地はね、ここがライクラ素材っていうのかな、防水の素材になっているので、いいと思います。生地もめっちゃ頑丈です。はい。で、あとはね、スキミング防止素材っていうのがついてるので、スキミングってこうなんかカードの情報を読み取るみたいな機械で、そういうのをこう遮断する素材になっています。なのでめっちゃおすすめです。これだけになってるポーチもあると思うんですけど、リバーフライヤーさんこうやってパカって開くので、ここの上、ポケットにもこうやって仕切りがあるんで、こう2個になってるんですよね。で、それプラスここにカードがね、3種類入れられるようになっています。で、こっち側行くと中にこのカラビナとかもついてるので、なんかかけたいものがあった時も便利だと思います。で、こっちの中にパッて開くと、こういう感じで、パスポートもね、ケース入りのサイズでも全然入りますよ。で、この中にもポーチになってます。で、ここにカードが3つピッピッピッって入るようになってて、私はエアタグ入れてます。はい。一応お腹に巻きつけてるものなんで大丈夫だと思うんですけど、入れてってます。こんな感じでね、パシッと入れられますよ。カードはそれぞれ6ポケット入るので、クレカを入れておいたりだとか、交通カードとか、そこも一緒に差し込んで保管できるようになってます。で、後ろはメッシュのポケットになってます。レシートとか入れておきたいなとか、そういうのにも使えると思うので、ちょっとした小物入れになってます。で、もちろんなんですけど、じゃあこれをつけてたら 100% 安心安全というわけではありません。それもかいくぐってくるのがプロのスリの方だと思いますので、これさえね、持っててば、もう安心だわ、みたいな、こんなことやってたらダメですからね。はい。なので、皆さんも、油断は大敵ということで、いろんな工夫をしながら心がけていただければと思います。あとは、先ほども言ったこれですね、エアタグ。これもリュックとかにつけていってます。街歩きリュックに入れたりとかすると、置き引きだったりとか、そういうのにもいいんじゃないかと思います。あとはロスバゲ対策でも私が案内してるので、預け荷物とかにつけておくと、空港にね、着いた時に荷物がちゃんと、空港に着いてるなとかが、スマホから確認できるっていうものになってるので、結構いいと思います。おすすめです。あとは、私は結構インドで電車に乗ろうと思っていて、で、電車もね、まだチケット取ってないんですけど、今回これ持ってこうかと思ってます。荷物をこうぐるーっと巻きつけて、南京錠でセットするってやつですね。今回はこれを持って行って、防犯対策しようかなと思っています。街歩きバッグをショルダーにするかリュックにするかも決めてないんですけど、こういった南京錠だったり、こう口のところにカラビネ、南京錠をつけたりとか、あとは夜道歩くときに危なくないように、こう反射テープとか、そういったちっちゃい小物も私はなるべくつけていくようにしています。やっぱりね、女子一人旅で今までいろんな旅行って、怖い怖いって聞いてたけど、行ってみたらなんだ全然すごい安全じゃないか、治安いいじゃないか、大体そういう思いをしています。だけど、だからといってそれをね、油断してしまうと、やっぱそういったところにつけ込んでくるというか、こう弱みにね、入り込んでくるのが詐欺の方だったり、スリの方だったりだと思うので、こういったことはね、やっぱり細かいところはきちっと気をつけていこうと思っています。以上、私が防犯対策に使っているものはちょっとこんな感じで紹介しました。続いては今回のパッキングでインドとスリランカだから持っていくものもちょっとお話ししようかなと思います。まずはですね、マスクですね。基本的に私はもう海外旅行行くとき正直マスクしててないです。はい。しててないですけど、インドはね、PM2.5 の影響で結構空気汚染、特に北インドとかデリーは結構すごいらしいんですよね。YouTube の方とかで見せていただいた動画とかではもうなんかすごい霧みたいになっちゃってて、インドにいるともう喉痛くなるみたいな聞いたので、これ持っていきます。で、ただし喉飴っていうのも持っていこうかなって思ってるので、コンパクトなのでこういうの持っていこうと思っています。あとは結構ね、私が行く年末年始がどうかわかんないんですけど、蚊の被害がすごいらしくて、それでなんかデング熱とかになっちゃっても怖いので、どこでもベープさんを持っていきます。これはリュックとかに下げたりとかしておけばいいらしいので、これ持って
ってきます。ベッドとかの近くに置いといたりとかしようかなと思ってます。で、もちろんこういうのは、これは日本製のものだから日本にいる蚊に効くものになるので、ちょっと効果はそんなに期待はできないかもしれないんですけど、インドのそういう虫除けクリームとかスプレーとかかながオドモスっていうのが有名らしいので、一応現地に行ったら薬局でそういうのも買おうかなって思っています。オドモスですね。なんですけど、一応こちらを持っていきます。あとはインドの E ビザとスリランカの ETA ですね。基本的なことになるんですけど、インドはビザが必要になります。で、インドですね、一番最初私アライバルビザで行こうかなだなんて思ってたんですけど、インド行かれた方に相談をしてみたら、その日のアライバルビザを出せる人数制限とかもあるらしくて、あんま年末年始とか行くんだったらやめた方がいいんじゃないですかと。で、E ビザがおすすめですよって言っていただいたので、私は今回 E ビザで取得しました。25US ドルでしたね。で、ちょっとね、結構大変なんですけど、E ビザね、取るのほんと大変なんですよ。なんかもういっぱい書かされるんですね。お父さん、お母さんの名前とかで、お父さんお母さんパキスタン人ですかみたいなのもめちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃあるんですけど、ちょっとなんか概要欄とかに貼っておこうかな。そういうのすごい解説してくれてるサイトの URL あるので、ちょっと貼っとこうかと思います。で、スリランカは、ETA っていうのが必要になるんですけど、今ね、日本の方はその手数料が無料になるので、ただでそちら申請できます。ただ手数料が無料になってるだけなので、ETA っていうのは必ず申請、取得しなきゃいけないので、そこだけ気をつけてください。以上がインドとスリランカ旅行だからこそ持ってくものの紹介でした。今回の旅で新調したものもちょっとお話ししたいんですけど、変換アダプターですね、まず。変換アダプター私今までこれ使ってたんですよ。すごいでしょ。ずっと使ってんのにここ剥がしてないっていうね。これなんか壊れちゃって、見えますか？金具がなんかネジが出てきちゃったのよ。ネジが出てきちゃったのと、プラス、なんかこのヨーロッパ式のやつの金具もここ取れちゃったの、ほら。こんなになっちゃったから使えないやんってなって。よし、もうこれは買い替えようということで、今回買い替えたのが、無印さんですね。これずっと気になってました。だってこれコンパクトなんだもん、すごいと思って。一個一個の国でね、買ってってコンパクトにするのもありなんですけど、いろんな国行きたいので、もうこういうどこの国でも使えますよ的なやつを購入しました。すごいんですよね。シュパッてやるんですよね。8種類に対応してます。なので、インド、スリランカとかも全然大丈夫っていう安心なやつですね。こちらを購入しました。で、これとこれの違いっていうのは、こっちはもうそのまま変換アダプターにこの USB もついてるので、これさえあればもうガチャって何でも充電器そのままさせて USB 携帯充電できるんですけど、これはただ差し込むだけになるので、今回プラスでこちらも購入しました。で、ガチャって現地のコンセントにつけたら、これと、あと USB とか携帯充電するっていう形で、この2セットで今回は持っていこうと思います。期待をしております。使い方良かったかどうかもね、こんなんもレビューしようかなって言いながら私毎回こういうこと行く前も言ってんだけど、実際レビューそんなしてないんだよな。すいません、ごめんなさい。という形でこの形に新調してみました。あとはちょっとした私のパッキングのこだわりにはなるんですけど、収納するのは基本的にはジップロックにしています。やっぱ中身見えるから、リュックから取り出すときに一目でわかるんですよね。で、基本的に持ってくものっていうのは必要最小限にまとめているので、あんまり量をたくさん持っていきはしません。もうシャンプーとかもね、現地のやつでバリバリになっても1日ぐらいバリバリになったってええやろ旅だしって思ってるタイプです。はい。あんまそこら辺は、こだわりはございません。で、やっぱ軽い、コンパクト。パッてすぐに見て何かわかるっていう。汚れちゃって破けちゃってたらだったら帰って捨てればいい話なので、そういった意味でもね、扱いやすいんですよ。私のスキンケアと化粧品とお風呂セット、これだけでまとめるようにしています。自分なりの、いい塩梅でミニマリストぶってます。おすすめです。では、ちょっと詰めていこうかなと思います。で、私は基本的にこのリュックですね。リュックで詰めていってます。なので、スーツケースではないです。基本的に軽いもの、柔らかいものから入れていって、上に大事なものとか、ちょっとそういう重いものを入れるようにしています。初めての旅行とかの方ってあんま意識しないと思うんですけど、重いものを下にしてしまうと結局重心が下がるので重く感じるんですよ。だから、軽いものを下の方にね、入れてあげて、重いものを上にしてあげるってなると重心上がりますよね。なので、同じ重さの荷物を背負ってても軽く感じるんです。これガチなんですね。これは本当にみんな試してほしいです。だから私は基本的にこういう服、軽い服、押しつぶすように入れていってますからね。ギュッギュッってやって。速乾性タオルですね。ティッシュとかも軽いから入れちゃう。これも入れちゃいますか、じゃあ。すぐに出さないものっていうのはもう下に入れちゃいます。ガシャーっと入れていきます。ここの上のポケットもやっちゃいますね。ごめんなさい、順番がいろいろ逆転しちゃって。ここら辺は、なんかちょこちょこ出すかなっていうやつと軽いものを入れてってます。ティッシュとハンカチは機内ポーチの方に入れてこうかな。機内で使う方にもう入れてっちゃう、これは。汗拭きシートとかはね、こんなスリランカ行くとこまで使わないと思うんで、入れておきます。ベイプちゃんもまだ使わないので、ここに入れておこう。で、ここの前ポケットのところは、緩衝材的なこういう折りたたみのポーチなんかを入れて、日焼け止めだったり、
薬の入ってるポーチですね。こういうなんかちょっとした細々したものは、ノートとペンとかはこういう前のポケットとかに分けて入れておきます。で、私のリュックが前のポケットのところにね、こういうフックみたいのがついてるんですよ。ただこのフックにエアタグちゃん取り付けとこうかなと思います。はい、取り付けました。こんな感じですね。私は基本的に機内これ持ち込もうと思ってるんですけど、預け入りした際もここにあれば、スマホからこの荷物の位置情報っていうのが送られてきて把握できるっていう形ですね。なので実際インド着いたら、ちゃんと荷物あるみたいな空港内でね、こう反応してたら、あ、ちゃんとついてるわとか、わかるっていう感じになってます。充電器とかアダプター類が入ってるもの、これも入れちゃいます。今まだこれぐらいですね、入ってるの。今撮っているこれが DJI になるんですけど、今回の旅からこの DJI で撮影します。ただ、私もまだ慣れてないですから、一眼レフも持っていきます。いつもよりかちょっともしかしたら重さは重くなっちゃうかもって感じです。楽しみ。でもいい感じじゃないですか？どうですかね？今までの見てた視聴者さんからするとだいぶ画質がいいと思うし、だいぶ多分漏れてるんですよ。多分ね、今後からの YouTube 私なんかすごいあれなんだろうなって思って、今までよりもなんかこう、綺麗な感じに見えちゃうから、会った時になんか2割減みたいになるやつだって思ったんで、先にね、言っておきたいな。見てって思う。この DJ で撮る前の私がイニシエのスマホ iPhone SE で撮ってる時のビデオも見といてって思う。なんかこっちの方がね、全体的に綺麗に映るのはやっぱすごいですね。すごいでございます。帽子ですね。帽子とかはなんかここら辺適当にシャパッと入れちゃって、あとは現地で履く。これサンダル入ってます。サンダルも持っていくので、今ちょっと結構ラフに詰め込んじゃったんで、結構ここら辺まであるんですけど、ガツってやれば多分ここぐらいまでなるぐらい余裕がめちゃくちゃありますね。忘れてた。これですね。ケーブルですね。こんな形です。で、基本的にこのリュックっていうのは、ここの下にね、ザックカバーがついてるので、基本的にザックカバーして移動してます。すぐにはここら辺触れないようになるので、そういった感じで移動してます。リュックっていうのは上のところに預けちゃうので、こういうリュックでいつも飛行機の中過ごしてます。で、この中にはスマホの引っ掛けるケーブルも入れてるんですけど、マスクだったり、スマホの充電コードですね。あとはアイマスク、耳栓もここに入ってます。機内は乾燥しますからね、スキンケアとかあると安心だと思います。私はフェイスマスクとスキンケアとかリップクリームっていうのを一つにまとめています。歯ブラシですね。子供用の歯ブラシ使ってます。で、この旅行用の歯磨き粉で、持ってってますね。タオルとかティッシュですね。折りたたみのネックピロー。機内の中、快適に過ごせるグッズっていうのをちょっとまとめています。以上が私の11泊13日インドスリランカ旅行のパッキングでした。どうですか皆さん参考になりましたか？いつも撮ってるやつもやっとくか。こんな形で11泊13日インドスリランカ旅行行ってきます。Vlog なんかは今後上げていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録の上、楽しんで見ていただければなと思います。この動画が役立った、面白かったなという方は、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラムでもですね、旅の様子などを伝えてますので、ぜひチェックお願いいたします。2025年チャンネル登録者数1万人を目指して頑張ってます。まだだよっていう方もぜひよろしくお願いします。では次のまた動画でお会いしましょう。バイバーイ。宇多田ヒカルのができちゃうんじゃないか。すごい逆にすごすぎないみたいな。宇多田ヒカルもここまでなってなかったよ。